宮本さんにですね。懐かしいですね。あ、一番最初動画撮った時ここスタートじゃなかったでしたっけ。そうですけど、でそこに引っかかった。入り口のやつですね。中央シルビアン的ですよね。ここがこう車が速い、実際の速度と同じぐらいでこう入ってくるやつですよね。若かったっすね。でもまだハイブリッド人生2年になってないからですね。さあ、ならちょっと宮本さんに、スラロームのとはを今から教えようかと思いますので、まずは侵入の仕方をですね、ちょっと一回1分ほど鳴らしにお付き合いください。私のですね、車の鳴らしにですね。このですね、意外と大げさになってしまう時があるんですけど、車を揺らして入る。揺らして入る。これですね。揺らして入る。向こうから来るときに、例えば何もしないでこう来た場合、何もしないで来た場合、その場合と、向こうから車を、遠心力を作りながら来た場合の違いですね。ここでもできてるです。こういうことですね。これが今、遠心力を作った場合ですね。ピッチングで、オーバーステアを作る、アンダーステアを作る。その前の揺さぶり段階は、ですね。このピッチングのここでこのオーバーステアを作っている。こんな感じですね。結局一発目の高音から全てその姿勢ができているための前段階ですね。何も揺さぶらなかった場合、これ難しいですよね。こっちからも一緒ですね。ここで入るとき、この角度ですね。ちょっと今オーバー気味だったんですけど、この揺さぶる段階ですね。こんな感じですね。こんな感じですね。まあ派手ではないんですけど、かなり難しい操作になってくるかなと思いますね。もうちょっとスピードを上げれるところを上げていく。入りが重要ですね。入りが重要ですね。向こうから来るとき、ね、一回揺さぶって入るですね。まあ今の僕こんなもんですかね。オーバーすぎですね。これ揺さぶって入る。なるほどですね。乗せすぎがダメなやつとかですよ。例ですよね。失敗もしながらこっちのあれできて、これ乗せすこれは多分合ってないですね。遠心力の量が例えばこれは乗せすぎなやつですね。大げさに言うとこれはいわゆる帰ってきすぎるんで、ここで溜めてこんな感じで抜いたらもう戻ってくる。ここで溜めてグーってきて離したらオーバーで、そうですね。この重要なのはやっぱりですね、必要な分だけ必要な分だけ横にできるだけ真横に引っ張られるような車をここで真横そうですね。コメント難しいな。これ難しいな。
あ、これはこっちまだ下手くそなんですよね。ちょっとこっちがですね、こっちはまだ私の課題であって、ここで横に作って、ああ、いい感じですね。横に作って、ああ、ちょっと失敗しましたね。今のは多分、ちょっと、そうですね。下手くそだな。一発目からやっぱしっかり横に引っ張られるためにはやっぱ前の段階が大事かなと。そうですね、横に引っ張る感じですね。ここで入るときに横に作って入る。作って入る。そうですね。今、取れてますか？どうですか？今の感じですね。ちょっと苦手なこっちからだと、これが下手くそなんですよね。これが、多分簡単な感じでいくと、一回、このちょっとしたところ、ここ、腰こらけですね。これが多分重要かと思います。もう一回します。もう最初にアクセルを抜いたらオーバーステアを作れるところ、この角度です。もう今のが決まれば多分コーナーは3つコーナー避けていけるんじゃないかという。こうですね、これですね、今のこので次ちょっとそれをつなげてみると、まずこれから最初される人はしたらいいんじゃないかなと思います。ここでこれでこういうやつですね。そうですね。でこっちから外を回ってくると、そのためるのここが難しいんですよね。こうだらっとなってしまうんで、まあ、今自分の課題でもあるんですけど、こっちは簡単なんですよね。これを作ってこうですね。はい、こんな感じでできるんで、こっちから逆に内側を通っていくんであれば一回ちょっと失敗しましたね。これ溜めて、そうですね。もう一回こっちを。で、こっちからはアクセルを抜いたらオーバーステア、アクセルを抜いたらオーバーステア。そうですね。ちょっとまあさっきよりはいいんじゃないですかね。でもここから今ちょっと決まりましたね。まあこれ一回左右って今振っちゃったんですよね、私が。仕切らんで、この手前から外側を通っていくときに、今私が仕切らんので、今からちょっと一回左にゆっくり行きます。ここでこう寄って左に右と切って、さっき言ったら遠心力を作れたんですよね、自分はですね。これを切らずにいくというのがやっぱ難しいかな。こっちもう一回外側行きます。ぼちぼちですかね。スラロームはですね、まあ結局この車の姿勢を作って、このパイロンをいわゆる、避けるじゃないですけど、ここで自分の車をコントロール制御しながら、やっぱ向きを変えて加速しながら越えていくところを楽しむ。結局なんすかね、
車をコントロールしながら走るという行為、これが楽しいです。全部一緒です。全部一緒です。コースを走るにしても消えました。わかります。ちょっと先ほどうまく、でもですね、向こうからの多分説明分かってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと結局できてないわけなんで、自分もですね、これを自分の中のイメージ、もっと結局うまく決まった時は決まるんで、それがここでやっぱできない、こっちからだとできない、向こうからだったらできる、それをできるようになりたいという自分の、やっぱそうだな、やっぱできるようになりたいと思うスキルアップのが楽しいのと、ただこう、ステアリングを切っていくだけではなくて、もっと走り方を変えると、アクセルをこう常に入れながら、いわゆるこのコーナーを曲がっていける、それをなんですかね、向上心じゃないですかね。向上心じゃないですか。向上心、結局向上心が足りてる人には楽しく感じるんじゃないですか。かっこよくちょっと待って難しいマジ。もうバットが出ますよ、バットがですね。でもそれに気づく人はまだ成長の見込みがあるということですよね。この動画を見ててムカつく人はまだ見込みありますよっていうことです。いや、そうです。それよくわからない人はまだ頑張ってくださいっていうところで、いやでもなんですかね、いかんす。やっぱちょっと俺、いやでもですね、ちょっとね、なんか下手くそだなけど、そうですね。多分ですね、まだ自分の中で完璧に明確に失敗した理由がまだ分かってないんだと思います。だけに言葉にできてないんじゃないかなと思うんです。アクセルをこう一定のダラじゃなくて、断続的にこうやって横 G をこう溜めるような動作っていうのをもうちょっと最初ここに来てやりよったんですけど、まだそういうのも自分の中の欲とまだできてないこといっぱいあるし、まだそこなんですよね。でも今日こっちからの入り口はさっき撮影してもらいよってめっちゃ最近一番いい気がします。整いました。結構一個これを向こうに持っていっていいですか。こうなれば話が別だと思うんですよね。ちょっと長くなったっていうことですね。向こうからはちょっと短いんですけど、そうなんですよね。結局そうなんですよ。下手くそでしょうね。途中でアクセル操作が下手くそなんです。宮本さんへ。宮本さんへ。2往復ちょっと黙っていくらしい。
2往復。もうちょっと無理やりだったですね。こっちからの入り明らかに良くなったですね、気がします。明らかにこっちからの入りはやりやすいですね、やっぱ。ああ、すみません、失礼しました。今のアクセルが入れすぎです。難しい。でもやっぱ入る前でちゃんとアクセルを踏んどくとこは踏んどかないとピッチングが活かせないですね。多分そうですね。多分ステアリングだけでこう揺さぶるってなると無理。ここでオーバーステアが今出ないんですよ。多分そんな私もちょっと今忘れかけていたところだったんで、しっかりこのアクセルをちょっと距離が短かったですね。多分このうわ難しい喋りながらすいません、あんまりうまくできんな。